はい、おはようございます。はい、今日はこの南国ムードの当時から、南国なんだ。フラダンサーの、フラダンサーのね、それはハワイですからね。ハワイか。はい、というところで、お送りします。今日は6月6日になりましたので、6月は忙しいんだっていう動画を前やりましたけど、臓器ですと新芽が伸びたりとか、その目摘みですね。それとか、トヤっていうのが9月って言いながらも6月に長寿梅とか心拍の懐のね、葉っぱがちょっと黄色くなったりしてるんで、これ枯れてませんので、葉っぱ落ちる時があって、それの整理だとか、あと心拍なんかも私は植え替えが6月いいんじゃないのって言ってて、あとは赤松黒松の芽切りですよね、これがいよいよ始まるということで、やること盛りだくさん。そんな中、赤松はですね、針金掛けとか幹曲げいいよって盆栽球ならではの情報としてお届けしてますけど、今日はねこれを針金をかけて、ということは針金と芽切りの時期がぶつかるじゃないか、どちらも負担の大きい仕事になるんですけど、これをどう考えるかというのをお届けしたいと、いうふうに思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。一応これ赤松です。赤松の県外樹形ですかね、でこの木はですね、実はちょっとこれ絶対言えないんですけど、言えないこと言わない方が言わない、ヒントだけね、ある著名な盆栽家っていうか盆栽園で、にあったと言われてる木で、こんなちっちゃくてこんな面白い木があったなと思うんですけど、入手しましたと。決めんないつものように 3秒で。で、なんでこれ3秒でこれを決めて、何をしようかって話なんですけど、決め手はやっぱりここの根毛ですね。根なんですね。根ですね。根とぐるっとこうやって回すと、幹も古いですしね、面白い。ぐーっと下がってから上がってって、だけど枝がこうみんな上がっちゃってる。この間その3秒で決めて、5秒で悪いところを直すって言ったけど、そんな今悪いところはあるんですけど、なんとかなるかなっていう決定的な悪いところはないんで、そこら辺をどういうふうに作っていくかというのをちょっとご説明したいというふうに思います。正面の話をしましょう。で、正面をどっちにしますかって話がまず一番大事なんですね。で、見どころはここですよっていうところなんで、一つは根を見せるんだったらやっぱりそちら正面。ただちょっとね、ここが少しのっぺっと見えるかなっていうところ、と、あとここの差し枝、そちら側から見えると思うんですよね、出がいい。だから例えばですけど、私点数つけて表裏で決めるんですよって言うんですけど、例えばこれが2点、いいとこ見えるから2点、で今度はこれが差し枝がそちら側から見えますんでプラス1点、3点、とりあえずこちら3点としましょう。でこちら正面になった時に、いやこれ見えないかなと思ったけど、意外見えるんですね。でもうちょっとこう起こすとか、あるいは将来もう少し根をこれを引っ張るとかすれば、逆に言うとこの2つが見えるから、これはこれで意外と見えるんで、2点でいいかな。ただしここの差し枝、これが裏から出ちゃってるんで、これはマイナス1点、そう3対1になるわけですね。そうやっぱこっちかなと思うんですけど、そうすると今度はちょっとそっちで気になるのがね、私はね、ここののぺっとまっすぐ見えるところがちょっと嫌なんですよ。のぺマイナス1点。2対1。今まだ2対1ですね。2回裏行ったんですね。でこっち見たらそっちの方がこう変化ないですかね。なんか幹模様出たりへっこんだりとかって。でそこはね結構大事で、ここはマイナス1点ですけど、こっちはプラス2点。それも自分のそうということでトータルこんな風にして正面決めてます。プラスマイナスで、自分の中のプラスマイナスで、こっちのプラスとマイナス、こっちのプラスマイナスで、こっちが1点勝ったんで、どっちでもいける僅差です、これは。でこっちは3点でそっちで、あれですね、正面選ぶときはやっぱ骨格で選ぶんですね。枝のどうこうとかよりは、どこから出るか。そうですね。だけどやっぱり出っていうのは最後まで気になります。そっち正面の時は、それだけは3点だけど手が気になります。でもうちょっと言うと、木を見た時に決定的にここがいいっていう場合あるんですよね。絶対ここ見せたい。ボーナスポイント10点ぐらいのシャリとかね、その面白い幹の芸だとかといった時に、もうこれは絶対いけないと。ボーナスポイント10点ぐらいのがあって、そうするとそこってプラス10点のところがあって、他が頭は後ろ行っちゃってるねとか、差し枝がこうだねとかって、マイナス3点とか2点とか1点とかあっても、結局そのプラス10点が生きて正面決めるっていうのはあります。で逆に
臓器なんかもこれは決定的に良くないのがね、傷ね、臓器はやっぱり女性の木ですから、美しくしなきゃいけないんで、傷があったらそこはちょっと致命傷です。だからどうしても傷があった場合はもう裏にするとかね、ちょっとね勘違いする人もいて、臓器なのにシャリ作ったり陣作ったりする人ってたまにいるんですよ。梅とか別ですよね。梅は別、梅は中性なんでそっちなんだ。梅は中性なんで梅は中性ですからいいです、やっても。もみじ変えてケヤキとか。そうだから梅じゃないんだけど梅もどきとか、結構色になりやすかったりするんで、そういう木もいくつかあります。なんでそれはそれでできるだけ傷を作らないように、で傷があったらそれを見せないようにっていうところは、正面の、致命的な悪い方の話ですね。ということで正面はとりあえずそちらに決めましょう。で今日やる作業はまず針金をかけたい。みんなねこう上上がっちゃってますよね。だからまず買ったばっかりでまずうずうずしてますからまず針金をかけたい。でこの時期幹は曲げるとこないんで枝のこうやってぐーっと下げていきます。これどこまでこう頭なんで下げていくか。でこれを枝にしてこれが差し枝。これにも裏枝がありますんで、これ裏から出てますけどぎゅーっと前に持ってきて差し枝。でこれが裏枝になります。でここら辺はちっちゃく前に作ればいいんですけど、で将来はさっきちょっと話しててこれやっぱり取っちゃってこれをね落ち枝っていうこともあります。そうするとこれが頭で変わらないんですけど、その方法もあるんですけど、一回はやっぱ段階的にやっていこうよ。で一回これグーンと落とした姿ってなんか見たいじゃないですか。で見てダメなら後で切っちゃえばいいんで、一回やってみてでダメなら、あるいは枯れたらこれを差し枝にするということで、やっていこうというのが樹形の構想ですね。頭はねちょっと多いんでちょっと落としてもいいんですけど、不要な枝はちょっと切っていっちゃいますね。ただこの時期怖いんで一応ラフィアを巻きます。頭とこれには。で普通はねこれぐらいの人だったらやんないんですけど、また動画を見てね真似をされて失敗するといけないんで、一応ラフィア温めておきましたんでこれを巻いて針金かけると。でもう一つは本題です。目切り。目切りどうするか。で今まで盆栽球で私取ってきて赤松なんかの畳み込みをグーンとやった時とかっていうのは、目切りはどうしますかっていう時にはやらないって言ったんですね。やってないんです。2週間とか3週間経って芽が元気だったらその時点でやると。同タイミングではやらない。同タイミングでやらないっていうのが私なりの今までのセオリー。だけど一緒にやってもただどうなんだろうって今日はチャレンジです。チャレンジ。皆さんのために。本当はそうだからおすすめしません。おすすめしないんだけど、今回は同時に針金かけと目切りをやってどうなるか。で今日が6月6日で、だから6月の後半から7月の前半段階で盆栽球でチャンスがあればいいけど X かインスタかなんかで必ずこれ結果を出しますんで、それを見ていただければできるんだ、よしじゃあ今年やってみようということで、初めてのチャレンジではないから動画をやって結果を報告してその年に作業ができるということでちょっとやってみたいと思いますので、なので先に目切りをしちゃいたいと思います。なんで目切りは当然ですけど一発でやっちゃいますんで、軸の長さを変えながらやる目切り、昨日やってましたね。動画母ちゃんの動画上がってましたね。こちらでね。これ鉢には何も触れないですね。これ鉢はね見た時なんだと思ったんですけど、これねなんか珍しいですよね。手細くないと作れないな。これなんとか手って書いてあるかな。半分消えてますね。半分上の方消えちゃってます。消えちゃってるっていうか、いいやつなのかわかんない。だけど将来的にはちょっと変えたいですよね。そうですね。ちょっと大きいですね。目切りですね。目切りは上と下っていうのは本来時期が違うし、元気が上の方が元気の分かると思うんですけど、これは少し残します。例えば5ミリぐらいとか、でここにタイムラグですね。ここに枯れるまでの時間をかかるわけですよね。で例えばこれだったら1週間後に切られた、俺切られてたんだっていうのを気づくわけです。カメラが追いつけてなかったそうかお前はすでに死んでいるってやつですよね。で1週間後に俺切られてたんだって言ってヒデブーってなるわけですよ。ヒデブーってやって気がつくわけですね。切られたことに。でこれ上の方もそう伝わるのかな。すいません。強いところは少し残す。下の方はもうここなんかギリギリ、これはもう下の方は弱いですから、切っちゃいます。もう刃の厚みぐらい1ミリぐらい残るぐらいですね。でこういうのはもうやりません。こんなちっちゃいのは弱いやつはねやらないということで、これもだからこれは残してやらずに元から切っちゃうと。とりあえず一回切りますね。
でこの後ちょっとハスカッシュの話もちょっとしたいですね。はい、では本当はね上からやるんですよね。今説明するためにやりましたけどね。目切りと針金掛けはできるっていう人もいるんですけど、できないっていう人の方が多いかなっていうか、私はそう思ってきたんで、今までやってこなかったんですけど、幹の大きな曲げだとかっていうと、その行き道っていうかそこを断絶してる可能性があるので、さすがにやめた方がいいんですけど、これ枝の針金掛けですから、それぐらいだったらいけるかなって思ってます。植え替えはしていいんですか？植え替えは一緒にはやんない方がいいですね。それは目切りと植え替えはちょっとあまりにも残酷すぎるというか、負担が多すぎるんで。でね、ごめんなさい、話の途中で、上の方でもちょっとちっちゃい目のやつはちょっと下の方から切ります。これもそうだったんですけど、ちっちゃいやつは一番下が1ミリだとしたら、例えば2ミリとかちょっと残したりして、そんな風にして調整します。何の話したんですっけ？植え替えはね、目切りですよね。植え替えしたやつは目切りしないとか、例えば今年ね、今年植え替えしたやつは目切りっていうのは、そんだけ芽が伸びてればいいですけど、やらない方がいいと思いますね。あんまりにも元気だったらやってもいいのかもしれない。そうだからね、Qさん言う通りで、元気だったらってそこなんですよね。ここ最近ほら羽刈りの話もあるじゃないですか、やるとかやんないとか、この時期だからやるとかじゃなくて、その木が元気かどうかによってやっぱりやり分けるっていう。だからケヤキ私ね、全葉刈りしますよって言ってもこの間やんなかったと思うんですけど、だから木の様子を見てやるんで、必ずしもこの樹種だからやるよとかじゃなくて、その木の様子を見てやったりやんなかったり、だから今年やったらやんないとかね。赤松の芽切りも本来は毎年やっちゃダメって言われたんですよ。1年おきぐらいじゃないと芽切りって負担が大きいから。分かんない、かんちゃん言ってたかどうか分かんない。何年かに1回休ませてあげるとか、それでもいいですね。植え替えのタイミングで休ませてあげる。そうそれでもいいですねって言ってましたね。それは正解ですね。正解当たり前ですよね。それはいいと思いますね。一応芽切り終わりました。古葉をね少し取った方がいいです。で古葉の残した数でやっぱりその調整っていうのをしますんで、上の方の葉はこの古葉も結構旺盛なんで、特に下の方一昨年葉っていうんですかね、これはもうきれいに取っちゃって、で上もね3つとか4つとか、浜野会長はね結構いっぱい取ってましたよね。っていうぐらいは本当に3つとか4つとか、この 3つっていうのは2本が1つになってるんで、それが3つとか4つとか、だから全然これで多くて、で私今日実はもう1個やろうと思ってたのは、葉を抜く数を減らしすぎないで葉の数は残すんだけど見栄えもあって切ろうと思ってたんですよ。それも一緒じゃないかなと思って、ね、体積って意味ではね。だけど意外葉っぱが短いんでやる必要ないから普通に葉を抜きます。ハスカシまでが目切りですっていうことですよね。上を少なく。そうですね、上を少なく下は多く。七五三なんですね。七五三っていう七五三の話もなんか言ってましたね。詳しくは動画で。とりあえず目切りが終わりまして、ちょっとね不要な枝というか長めに残してあるんですけど、こんなに長いのいらないんで、こういうとことちょっと切っていっちゃいますね。これもどうなってんだこれ。これもいらないですね。これね、とりあえず一回陣にしてみる感じ。そうですね、幹の姿が見えないんですよね。切っちゃうか。これ遮ってるんでね、こう。そうですね。ちょっと段階的に。これもいらないですね。これね。これもこういってるのにこう逆いってる感じするんですよね。この間マウンテンデューかなんか落ちて錆びてね硬くなっちゃって。2本目は1本目に添えて。ネトネトしてるんですよね。ありましたね。ちょっと一回この辺で一回切って。みんな錆びちゃった。みんな錆びちゃった。あの時喜んでましたよね。あの時はほら若い会員さんがね入った時だったんで、これもだな。これもちょっと切ろう。これコブになってるんで、なんか何が何だか分かんない。これがっつりいきますね。取るかもしれないですよ。よっ。
じゃあこれで枯れ枝みたいのがいっぱいついてたんで、はい、すっきりさせました。あんまりね私こうちょこちょこ陣いっぱいつけるの好きじゃないんで、はい、こっち側もこっち側も、かなりすっきりして幹とか枝の動きが見えるようになったと思うんですね。一応見切りも回した。じゃあ次はラフィアですね。はい、はい、ラフィアを巻いていきましょう。いいよ。6、7本かな。はい。まとめて。はい。これは枝が折れないようにとか。そうですね。あ、そう。保護のためですね。いわゆる私はテーピングだと思ってるんですけど、スポーツ選手がやっぱ骨と肉が離れちゃうといけないんで、ギュッと縛るじゃないですか。はい、いわゆる肉離れ防止みたいな、イメージでいいと思いますね。6月は芯と形成層と皮があって、形成層のところが剥がれやすいと、枯れやすいんでこういうものを保護しますよ。はい。だから本来はこんなに細い枝にはいらないんですよっていうことなんですけどね。幹を曲げる時とかっていうのはやるんだけど、そんなにね負担が少ないんでやんなくていいと思うんですけど、本当差し枝だけ差し上げたと頭はですね、頭が結構これぐーっと土持ってなくて、今頭のこういう位置ほとんど一緒だと思うんですよね。これをぐーっと押さえたいんですよ、でここそれによって強調させるっていう、はい、頭を押さえるのと差し枝をぐーっと下ろすというところが今日の針金かけるポイントですかね。はい、1本で両方でやろうと思うんでちょっと皮剥がれちゃったりするけど、両方ですね。針金みたいに、はい、最後がうまく止まるかっていう話があるんですけど、ここは針金で最後止めちゃうしかないですよね。ちょっとじゃあ下から先やっちゃいますね。はい、はい、終わりです。とりあえずはい、ちょっと縛り方甘いですけど、はい、今度上行ってきますね。行ってらっしゃい。行ってきます。かけました。ラフィアこんな感じですよね。はい。で、春見金をかけていくんです。針金をかけていくんですが、何番かな。綺麗な 200g ってなんか振り物しかなかったんで、それ切っちゃうと怒られちゃう。14番ですね。14番2本かけます。本当はねこの針金は12番ぐらいでかけたいんですけど、なかったんで14番を2本で1本はこっちの枝に、1本はこっちの枝にってかけていけばこれ2本分になるんで、そんなかけ方をしたと思います。はい、とりあえず上はここまでかけといて2、3周してですね下の方へ行きます。はい、でラフィア巻いたのと同じ方向ですねに巻いていく。ここまでかな。これあれだな、なんだかんだ全部針金かけると時間かかりますね。全部かけますよね。かけますね、これは。しかも安倍さんもいるからお昼長いですね。多分早めに帰ってきます。長い時3時間帰ってこないですね。だから暗くなった時ありましたもんね。まだ作業いっぱいあるのにね。はい、1本かけ終わりました。はい、もう1本ですかね。はい。周りがあるから、はい、とりあえず、2本かけ終わりました。多分曲がるんじゃないかなと思うんですけど、小枝を少しかけていかないと後でかけられなくなる可能性があるんで、でもこれだけだったらやってみるかな。ちょっと一旦やってみますか。差し枝だけ。差し枝と頭。曲がるかな。怖いんですよね。針金持ってこう縛りながら。ちょっとやっぱ細いかもしれない。もっと欲しいですね。こっちはどうだ。じゃあなんとかいきますね。こっちへ来ましたね。もういいじゃないですか。そしたらね、これとこれをもう一本かけましょう。で、裏のこれと芯になる枝をもう一本かけると。一応3本までって言われてるんで、針金は同じ枝に3本まで。同じ枝に3本までって。まあそれは美しいよっていうことで、本当はね12番でやりたかったんですけど、ちょっと
途中でかっぱらおうと思ったらなかったんでね。泥棒がいます。12番の針金欲しかったんで、はい、ちょっとかっぱらおうかなと思ったら、はい、200g って書いてあって、はい、切っちゃっちゃまずいね、それね。泥棒です。切っちゃっちゃそのまま買ってもらえば、そういうことだ、それはそうだよね。それはそうだ。3本目の3本目ですね。12番があれば2本で終わった。2本で終わったんで。高木さんが水やりしてるから。高木さんの水やり。全然関係ない。買えばいいのに。差し枝なんですけど、これ、はい、ちょっといらないと思うんで取っちゃいます。いらないと思うんでっていうのは、まあ、これだけあれば十分、でそっち行こうとしてますから、長いしね、裏は、裏枝でなんとかするんで、まあ、これはちょっと取っちゃおうかなと思います。ちょっと残してですね、はい、で一応3本かかったんで、もう一回チャレンジですね。いきそうですね。ね、だいぶ下がりましたね。これね、こっから先はね、こっち回転だからこう絞っていけるんですけど、はい、ここがこうじゃなくてこっちに来たいんですよね、本当はね。そう、こうねじりたいんですけど、本当はね。針金が今逆なんで、ここ。その方がね、棚作りやすそうですね。あとこれが上からさらにもう1本、さっき3本まで言ってたんだけど4本になりそうなんでまあ、はい、しつけですからね。しつけですから。こっちはもうこっち行った。戻んないですね、全然。ね、こっち行った。あと裏枝作って、はい、じゃああとちょっと針金かけて、はい、いきたいと思います。何時？ああ、じゃあ午後になっちゃうかな。午後ですね。お昼ごちそうさまでした。はい。2時間。2時間。どこもやってないんだけどね。2時間。なんでご飯だけで2時間かかるんですか。はい。ということで、16番まで針金かけ終わりましたんで、残り18番と20番ぐらいかな、をかけていきたいと思います。はい。じゃあ、ちょっとお待ちください。はい。18番はね、結構先端までかけちゃいます。これもう、これ1本しかないんで、こういうやつっていうのはもう上までかけるつもりで。はい。はい。縁高菜では縁も竹縄ではございますが、終わらないので、この辺で一回を中締めということで。中締め？針金かけて曲付けもしちゃってる。しましたね。あ、しちゃってました。しちゃってます。あ、ごめんなさい。しちゃってましたね。僕もちょっと自分の作業に。はいはい。こんなんなりました。正面どこだろうな。これ好きなところで。好きなところ。頭がね、まずここまでぐらいまであったと思うんですけど、ギュッと下げました。まあラフィア巻いて太い枝下げてですね、それからこの落ち枝をね、一応今回作りました。でガーンと落として、でここ一応棚2つ作って、でここに裏枝がここと、まあちっちゃなここにあるんですけど、で問題はね、ここの枝ですね。今でいうと例えば取る方法もあるっちゃあるんですね。ここ見せる、いわゆる2ブロックっていうか、Qさんの髪の毛みたいな2ブロックで、こことね、ここでこう取っちゃって幹を見せればあるんですけど、将来この枝がいらなくなるかどうかというのがあって、そうした時にこれが差し枝になってくるんで、一応それを見据えて取っておくということですね。今はまあせっかくあるんで、一回これでしばらく様子見てというか楽しんで、で、まあ今これがあるからね、こんだけの深い鉢があるんでそういう発想になってるかもしれないんですけど、もしかしたらいわゆる県外鉢みたいなのに植えたらちょっと長すぎて切りたくなっちゃうかもしれないですけど、まあとりあえずはこんな感じでいいんじゃないでしょうかっていうことで、でね、フルッパ、いわゆるハスカシは少しまだ多いですけど、ちょっと今回針金もかけてるんで、ちょっと残し気味ですっていうのはちょっと言っておきたいと思います。本来もうちょっとハスカシした方がいいんですけど、まあ今回のねチャレンジでもある針金かけと目切りというのを一緒にやってみるということのチャレンジなんで、
で、ちょっと今回はこれでいいかなというふうに思います。で、これを6月6日にこれやりましたんで、6月の後半か7月頃、この芽が吹いてきたよとか、枝枯れたよとか、芽が吹いてないよとか、そういうのを告知しますんで、X かインスタで、私の昼間@盆栽かな、はい、それで見ていただいて、できるっていうんであれば、まあ針金掛けと芽切りを一緒にやってもらえばいいなというふうに思いますんで、ぜひお楽しみというか、それを見て作業をしていただければというふうに思います。枯れたとしても出します。だからダメだよと、やっちゃダメだよっていう、そしたらやっちゃダメだよって、枯れたってやりますんで、そうですね。身を削ってやっていただいて、そうですね。身を削ってですよね。本当に。だからあとはこの中の枝の中でもちょっと元気のいい小枝とかそうでないところもあったりするんで、あるところは変えたけどあるところ大丈夫とかね、そういうのもあるかもしれないんで、まあその辺を報告したいと思いますので、ぜひお楽しみに。ということで今日は針金掛け芽切りを一緒にやってみた。さあどうなるでしょうという動画になりました。あと6月に赤松は曲げれちゃうよ。曲げれちゃうよ。でね、やってみてやっぱりねすごい柔らかい。柔らかい。だからこれなんかすごくねやっぱ戻っちゃうんでね、柔らかくてふやふやしてるいうことがあって、柔らかいのはやっぱり実感しました。でこれが11月とか以降になってくるとこうパキパキ折れるんで、やっぱり今のがいいかなっていうふうに思いますけど、まあその結果も含めて6月後半の X かインスタでご覧になっていただければと思います。はい、ということでこのチャンネルがいいねと言ったらいいねボタンとチャンネル登録、あと何ですか、投げ銭投げ銭って生々しい何でしたっけ、スーパーサンクスかな。スーパーサンクス。いややめましょう。やめます。金くれっつってんのと一緒ですよ。できたら昼間テリーとかないんですか。できない。私なんか昼間さん当てに来たら僕は渡しますよ。そういうのあったら、そういうコメントがあったらね。来たらね。まあ Q さん当てでもいいし、他の動画もね。でもほらゲストってみんなボランティアでやってるから。まあだからぜひねそういうのは励みになると思うんで、Q さん当てでもいいですし、やってる人でもいいですし。そういうのがあればということと、メンバーシップね、こちらの方も楽しい昔の番組というか、動画いっぱい流れてるっていうことなんで、ぜひ登録していただければというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。水が全然通りません。水溜まったままなんで。水が溜まってね、流れないとこれすごい良くないんで、ちょっと穴開けてます。穴開けても水入っていかない。これ植え替えしなきゃダメかもしれないね、やっぱり。でもね、芽切りしちゃったから。できないですね。いやこんな本当入っていかないこれ。これはあれですね、当然に置いといた木だから、気づかなかったっていう。そうですね。今日初めて知りました。やばいかもしれない。でもこれで大丈夫です。はい。上下からねついて。上下？そこもあれかもしれない。そこが詰まってるかもしれない。確かに。やばいな。やっぱり全然引かない。まあある意味あれかもしれないですね。だんだんこう吸っていくっていう。そうですね。いいかもしれない。この時期はいいかもしれない。もうちょっと頑張ります。